シウムとリンの比率。じゃん。皆さん、こんにちは。犬の栄養基準には、カルシウムとリンは1対1から2対1と比率の基準があります。今回はこの比率について説明します。ではまず問題です。ある犬さんのお食事にはカルシウムが 10mg、リンが 50mg 含まれています。カルシウム対リンは1対1から2対1にするためには、この食事に何ミリグラムから何ミリグラムのカルシウムを加えればいいでしょうか。正解は40から 90mg です。この問題が分かっていたらこの回はスキップして OK です。ここに出てくるカルシウム対リンは1対1から2対1という比の意味がわからないとこの問題は解けません。まず、カルシウムとリンの比について説明します。カルシウムもリンも必須ミネラルの一種で、体内ではどちらも骨に多く含まれています。骨は主にヒドロキシアパタイトというリン酸カルシウムの種類でできていて、この名前にリンとカルシウムがついているように、骨にはリンとカルシウムが多く含まれています。このカルシウムやリンには必要な量だけでなく、比率の基準値もあります。犬の場合、カルシウム対リンは1対1から2対1の範囲です。このカルシウム1対リン1は基準の下の値、カルシウム2対リン1は基準の上の値です。この基準の範囲から外れるとカルシウムやリンの吸収に影響を及ぼします。カルシウムやリンの吸収率に関わるビタミン D の量や食事に含まれるカルシウムやリンが体内に吸収されやすい形かどうかもこの比率に影響を及ぼします。複雑だね。体が成長する子犬、子猫の時期は骨の成長も早く、骨の成分であるカルシウムやリンがどんどん必要になります。カルシウムとリンを必要量含み、そしてその比率も適切な食事を与えて、カルシウムとリンを消化管からしっかり体内に吸収させ、カルシウムとリンを骨に届けなければいけません。カルシウムやリンがあまり吸収されずに、たくさん便から出ていってしまっては骨が成長できません。十分な骨の成長のためにはカルシウムとリンの量だけでなく、比率も大切です。成長スピードの速い大型犬の子犬は特にカルシウムとリンの量も比率も大切です。1年でとても大きくなる骨、体のためにその動物に必要な栄養素量が食事には含まれていなければいけません。食事に含まれるカルシウムやリンが体が必要な量より少ないと、体、そして骨や関節が病気になってしまうかもしれません。心配だからといってサプリメントなどでカルシウムを補給しすぎると、カルシウムが多くなりすぎたり、カルシウムとリンの比率が悪くなったりして、骨が病気になってしまうかもしれません。与えている食事のカルシウムやリンの量も確認しながら、多すぎないように少なすぎないようにしましょう。そのためにはフードパッケージなどでカルシウムやリンの量を確認することも大切だし、そして計算することがとても大切です。では、比率の計算を説明します。
比率とは、比べるという字が入っているように、何かと比べて割合で表すことです。例えば、カルシウム対リンイコール2対1は、カルシウムとリンを比べてその割合を数値で示したものです。比率は分数で表す場合もあり、カルシウム対リンはリン分のカルシウム、2対1は1分の2で2と表すこともできます。カルシウム対リンイコール2対1は、リン対カルシウムイコール1対2と表しても同じ意味です。どちらもリンを1とした場合、カルシウムは2という意味です。リン対カルシウムイコール2対1だと、リンが2に対してカルシウムは1になり、カルシウム対リンイコール2対1とは同じではありません。気をつけてね。問題の食事はカルシウムが 10mg、リンが 50mg でした。これを比で表すとカルシウム対リンは10対50。これは両方とも10で割れるので1対5とも表すことができ、またこれを両方とも5で割ると 0.2 対1と表すこともできます。カルシウムとリンの比の基準は1対1から2対1、つまりリン1に対してカルシウムが1から2の割合でなくてはいけませんが、この食事はリン1に対してカルシウムが 0.2 しかありません。これら比率を分数で表すと、50分の10、5分の1、1分の 0.2 になります。どれも同じ値、同じ割合だね。問題を解いてみましょう。食事に含まれるカルシウムは 10mg、リンは 50mg です。これをカルシウムとリンの比1対1から2対1になるように、カルシウムを追加する量を決めないといけません。食事に含まれるカルシウムとリンを比で表すと10対50です。この食事はリン1に対してカルシウムが 0.2 しかありません。食事に含まれるリン 50mg に対して基準の比率となるカルシウム量は50をかけて50対50から100対50になります。リン 50mg に対してカルシウムは50から 100mg 必要です。食事にはもともと 10mg のカルシウムは含まれるので、追加するカルシウム量は50引く食事に含まれる10を引いて下の量は40、100引く10で上の量は90です。食事に含まれているカルシウムとリンの比を1対1から2対1になるように追加するカルシウム量は40から 90mg です。まとめと補足。必須栄養素のカルシウムとリンは量だけでなく比率も大切です。比率の計算は計算ドリルで何度も計算練習を繰り返すとできるようになります。ドリルはねじ込んで穴を開けるということ。少しのドリルでは穴は開かないように、少しの計算ドリルでは計算ができるようにはなりません。動物のために何時間も計算をしないといけない場合もあるから、仕事をしていると毎日ドリルだよ。
この動画では文章から比の式にするための説明が多いから、比率の計算が余裕になるためには別で計算ドリルをたくさんしてね。カルシウムとリンの吸収にはビタミン D という栄養素も必要です。骨のためにはカルシウムだけでなく他の栄養素にも注目しましょう。特に成長期の犬さん猫さんはカルシウムやリンの量も比率も、そしてビタミン D のような他の栄養素も大切です。カルシウムとリンの比率以外にも比の値が示されている栄養素は他にもあります。栄養はバランスと言われるように、一つが多くなりすぎたり少なすぎたりしないようにしましょう。過ぎたるはなお及ばざるがごとしだよ。またね。